2026年5月10日日曜日、USJ を14年間支えたちびっこのオアシス、セサミストリートファンワールドがその歴史に幕を下ろします。アーク氏はこれから東京に行かないといけないので時間がないのですが、どうしても見納めがしたくてやってきました。面倒な編集は割愛しちゃいますが、セサミエリアの最後の様子を見ていただければ幸いです。うひゃー、すごい人の量ですね。こんなに混んでいるセサミエリアは初めて見ました。歩くのもやっとです。やはり、最終日の魔力はすごいです。なんか SNS では事前に告知してたんだから混まないように分散するとか協力するのはないのみたいなことを発作、お気持ち表明おばさんがいましたが、有言実行で今日は来てないという認識でよろしいでしょうか。ゲームコーナーも長蛇の列です。どうしてもこのゲームがしたいというより思い出作りに近いでしょうけど。ただいまの時刻は19時15分。本日の閉園時間は21時となっています。どのアトラクションを見ても70分待ちだとか、普段はあまり見ないような時間になっています。そろそろ受付を終了してもおかしくなさそうです。というのも、アトラクションにはスイープ作業というものがあるからです。ゲストを追い出す作業ですね。例えば60分待ちのアトラクションがあるとしましょう。このアトラクションを閉園時間の21時ギリギリまで案内してたら、閉園時刻を過ぎてもまだゲストが残ってる状態になります。それは問題です。こういう場合、余裕を見て20時などでクローズするのが自然です。なので、そろそろアトラクションの案内は終了しそうな気もします。エルモのゴーゴースケートボードは待ち列があまりに長すぎて、急遽オフセットが開放されました。普段はゲストがあまり立ち入らない場所ですね。バックヤードなので普通に作業してる従業員もいます。こういうファイナルデーにおいては、やたら最後のゲストに固執する人もちらほら出ます。どこぞの東のパークでは最後のゲストになるのに失敗してダダをこねるゲストもいました。今日は現れるでしょうか？そして19時55分頃、案の定かなり余裕を残してアトラクションが一斉にクローズし始めます。ただ、現場は非常に穏やかです。というのも、今回は一つのアトラクションがクローズではなく、複数施設が一気になくなりますので、客も分散され、さほど、俺は絶対最後のゲストになる、みたいなモチベも高まらないのだと思います。つまり、承認欲求を満たしにくいというか、どのアトラクションもクローズしてしまいました。永遠に再開することはありません。おっと、ビッグバードのビッグトップサーカスがまだ営業していました。妹の元職場やんけ、粘るな。ワンダーランドで営業している最後の施設になります。さすがにちょっとゲストが集中して、あえて列を譲ったりだとか、ラスト回に乗りたいんだな、みたいな人もいます。まあ、迷惑にならない範囲内なら別に良いと思います。現場のクルーは上と相談しながら、Qラインが確保できないという話をします。すると、奥から柵が持ち込まれ、もう少しだけゲストを入れようという判断になったようです。めっちゃ粘るやん。さっきからラストを追って幻聴が聞こえて仕方ありません。ラスゲス狙いおじさんは現れるのでしょうか。20時16分ちょうど。ついに案内が終了しました。秒単位でちょうどでした。おそらく20時15分までは粘ろうということだったのでしょう。心なしか大人の人口比が圧倒的に多いですね。いつもならちびっこだらけの滑り台も我が物顔で大人が滑っています。まあ子供は寝る時間ですからね。親としても明日は月曜日ですし、帰っちゃったファミリーも多いのでしょう。プレイランドの入り口前には、なんとなくで集まった人だかりが、99.99999% ないのですが、万が一、セレモニー的なやつがあるかもしれないので、期待に胸を膨らませて待ちます。リードなど、位の高いクルーなども無言で見守るので、やりそうという現場の空気感はすごいです。ただ、さすがよく訓練された USJ ファンたち、面構えが違う。本音、あまり期待はしていません。なぜなら USJ はこういった明らかにゲストが何かを期待して待ってる場合でも何も助言などはしてくれないからです。皆さん何かお待ちですかなどの声かけをした例はほぼ存在しません。要するに何かしそうでどうせ何もないんだろうなという裏を書いた空気感が現場を包みます。間もなく閉園時間の21時。あと数秒って程度です。クルーが通路のようなものを作り始めたので、あれ何かあるかもというわずかな期待が膨らみます。そしてついに閉園時間の21時。ついにクルーたちが口を開きました。皆さん、本日はセレモニー的なものは一切ございません。
準備ができた人から退演お願いします。現場には一気に空気を抜かれた風船みたいに、やっぱりな、みたいな声が聞こえます。千秋楽のこのお約束ムーブって無能を演じた方が結果的に混乱が起きないからそうしてるのか、マジで偽りなく無能なだけなのか、どちらでしょうかね。いずれにせよ大きな混乱は起きていません。ただ、プレイランドの中にはなぜかまだ出入りができるみたいなので少し迷惑かとも思いましたが、入ることにしましょう。さすがにやることもないので、中はすっかりガラガラです。ちょうど、エルムのバブルバブルのラストゲストが登場していたところだったようです。現場には自然と拍手が起きます。そろそろ本格的にスイープ作業が始まります。この無人のビークルを見るのも最後ですね。網膜に焼き付けましょう。おそらく数日はグルーダとか関係者だけの見納めが行われるのではないでしょうか。そう考えるとラストゲストというのはあくまで一般ゲストでの範囲内というわけです。時計もすっかり21時15分を回り、さすがにクルーさんを残業させるわけにもいかないので、ぼちぼち皆さん帰っていきます。最後はクルーたちが花道を作ってお見送りです。エントランスにある園内マップ。明日からここからエリアが一つ消えちゃうんですね。USJ としても久しぶりのエリア封鎖でしょ。ありがとう、セサミエリア。またどこかで会いたいね。